いねえ私があちょまあそんな日もありますよねおはようございます。ちょっとね背景の後ろにね隠れちゃったんだね。まあよくあるズームの事故だね。背景をねちょっと自分の前に設定しちゃってもうねないっていうね。そういうわけで今日もね朝ここライブバージョン 2.0 は元気に配信を開始しました。皆さん起きてくださいね。今日もね緑色の背景で元気にやっていきたいと思います。起きたかこら、みんな起きましたね。それでは今日もいろんなニュースは入っていないらしいですけどなんか用意されているらしいですよ。見ていきましょう。これ頭の上にねなんかガタガタ言ってる人たちがちょっと用意されていますね。ガタガタうるさいよ。ガタガタこちらが本日も皆さんのガタガタを支援します視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタ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 うるさいね。これほっときましょうか。ちょっとね震えてんだね。それではね今日もねいろんなニュースは入ってんのかな。チェックしていきましょうか。なんといきなりクソジャコ速報です。実はですねキリュウココシそういえばねここのバックミュージック変えました。不評だったのでいつものミュージックの方がいいので言ったことね変えましたからね。安心してくださいね。実はですねクソ雑魚がですね起きてしまったんですよ。皆さん先日より放送しておりますちょっと前から放送しているこれねキリュウココシが最近ハマってる妄想配信があるんですよ。こちらね Sims 4というゲームElectronic Arts という会社の Sims 4というねゲームがあるんですけどもこちらですねいろんな妄想でね自分の好きなキャラクターを作り自分の好きな環境を作り自由に生活してもらうという神ゲーなんですよ。もうこれね生活ゲーのもうトップですね。神もうね自分のね好きな人作ってその人が結婚することもできますし結婚して子供もできますし妊娠もしますし子供育児放棄したら児童育て所に連れてかれますしもう結構リアルなね神ゲーなんですけどもこちらでですね現在ねこのように私自由に住民を作って生活をしているんですけどもこれ妄想ホロライブハウスっていうのをねちょっとやっていまして自由に住民を作ってちょっと見たことがあるような人たちとね一緒に暮らしたいということでね家を建てて人間を作ってねちょっと一番左上がキリュウシーコシなんですけども角がね私の自慢の角がないんですけどちょっとねゲームの中のキャラメイクは限界ありますからね。そういうわけでねこうやってね自由に作って生活してるんですけどもこれでですねPP トリオ今現在できているキャラクターですけどもこちらのアマゲカナタシ天使コーですね。天使コーの洋服を設定します際に以前一緒にご飯行ったんですよ。ご飯行きました際のクソだぜキャラパーカーこちらを採用したんですね。なんかピーピータンス変なパーカー着てたんですよ。なんかキャラクターがあるようなねなんかよくわかんないダッセーの着てたんでピーピーといえばダサいなのでね私の中では日はねさすがに一緒にねダサ企画やっていたんでダサさの限界に来てましたけどこのクソだせキャラパーカーを着せたんですよ。みんなこれ再現度がね私の中では激高なんですけども実はこちらのパーカーなんと実在するハイブランドのパーカーだったことが発覚してしまったんですね。これはクソダサと言ってしまったことを
スキノの有名なブランドのパーカーだったよみんな。やばいですよこれ。まずいですよ。これまずいですよ。というわけでね、気づかなかったんですけど、このね、Sims 4というのの拡張パックというのがね、たくさん販売されてるんですけども、そこは私ね、脳死で買ってしまった拡張パックが、実はモスキのコラボをしていたということを全く知らず、ちょっとね、クソダサいの代表として、このパーカーを扱ってしまいましたね。これに対し皆さんの意見は案件内になった。モスキの案件なくなっちゃったよ。ビッグフレックス。よく見たらいけてる。赤こぼ高いね。これやばいですね。モスキの案件消えちゃったよ。ダサいって言っちゃったよ。というわけでね、これに対し、もう誰ですかね。もうこんなセンスないこと言ったの誰ですか。誰も言ってないですよ。こんなこと言うやつダサすぎますよね。6万円もするパーカーをね、ダサいわけない。かっこいいよ。ファッションセンスの最先端。これに対し有識者は、たまにハイブランドでも信じられないくらいダサいのある。あるんだよね。なんでそれあったんっていうね。ハイブランドだからこそ許せないくらいダサいやつありますよね。あるんですよね、実際マジで。ここで画像出せないですけど、参考画像出せないですけど、あるんだよな。というわけで本日皆さんに学んでほしい言葉は、信じられないくらいダサい。やっぱね、信じられないくらいね、ダサいっていう言葉をね、やっぱ学んでいかないと。これをね、英語で言えるようになったらやっぱね、強いですよ。というわけで、信じられないくらいダサい。これを英語にしますと、なんと unbelievably tacky という言葉になるんですね。皆さん、信じられないという言葉ですからね。unbelievable、 こういう言葉は聞いたことあるんじゃないですか。unbelievable みたいな、信じられないという言葉ね。この unbelievable ね、これは unbelievable にly がついてますね。ly unbelievable にly というのがついてます。この ly というのは一体何かと言いますと、これね、なんとかなくらいというよりも、このように覚えてください。なんとかなんとかなというのに使えますね。あれですね、ホロライブの有名なミュージックでシャイニー、スマイリー、ストーリー、こういうのありますね。これはね、もう Lee を積極的に使ってるの分かりますね。Lee ですとかいいですね。こういうのね。これでいいか。これ紛らわしいから。これはね、シャインっていうのは輝く。これね、輝いているような、スマイリー。これスペル間違ってるんですけど、公式なんかずっと認めないんですけど、ここはね、ちゃんと E が入りますから、皆さん、本当はね、そう覚えててください。笑顔に、なる、ストーリー。お話ということでね。これはつまり、輝くような、笑顔になるような、つまり、笑顔な、輝くような、そういうストーリーっていう感じなんですよ。これが、信じられない、タキ。このタキというのはダサいという意味ですね。ダサい、時代遅れ。という意味なんですけど、信じられない、信じられないダサい。つまり信じられないようなダサさ、信じられんくらいダサいという意味になるのはわかりますよね。この we っていうのはね、何かを表している状態ですね。信じられないみたいな感じでつけると訳しやすいのではないでしょうか。タッキーなんていう言い方してますけど、これに対し超有識者はlooks like crap。 やっぱね、ダサい、信じられないくらいダサいっていう言い方をしていますけど、結局はですね、looks like crap、 やっぱこれぐらいの言い方の方がちょうどいいのではないでしょうか。これはつま
まりどういうことかと言いますと、looks like crap。 これはね、crap というのはつまりクソですね。クソという意味ですね。like っていうのはみんななんとかみたいなですとか、みたいなですとか、ながおかしいな、みたいなですとか、なんとかのようなという意味なんですね。look はもちろん見えるということですね。見えるということです。つまりlooks like crap、クソみたいに見えるってことですね。信じられないくらいダサい。つまりそれはイコール、クソみたいという意味ですから、こんなね、こんな堅苦しい使い方を言ってもいいですけど、ここかえんちゃんぐらいにそれ looks like crap、クソみてえという言い方でいいのではないでしょうか。この like のね使い方、今日はぜひ覚えていてください。なんとかみたいな、looks like キリュココだったらキリュココに似ているということになりますね。よくあれ言いません？ビジネスlike みたいな言い方しません？ビジネス like っていうのはビジネスみたいな、ちょっと営業みたいなって意味じゃないですか。だからね、この言葉を覚えてればみたいなという訳はすぐに出てくるでしょう。というわけで次のニュースです。このご存知のように昨日からですね、こちらの朝ここversion 2.0 教育番組にねなったんですよ。教育番組になっちゃったんですよね。というわけでね、賛否両論だと思うんですけど、こちらですね、賛否両論かと思いきやコメント欄の感想がね、えらいことになってたんですよ。皆さんどういうことだこれ、えらいことになってるよ。なんとですね、嘘の英語を教えるな、ファックを不快に感じる人もいるんですよ。実際に使って何か起きたら責任ってないんですかみたいなね、ちょっともうね、出てきちゃいましたね、これ。なんか言われると思ったんですけど、これはちょっと予想していなかったんですよね。これに対してね、ちょっと有識者の意見を一つずつ見ていきましょうか。この嘘の英語を教えるなっていうのはね、残念ながら嘘じゃねえんだよな。海外に来たちがね、いやこれ本当なんすよって頑張ってね訂正をしてくれていたんですけど、これ残念なんですけど、皆さん嘘じゃないんですよ。一つも嘘言ってない。もう生きた英語だけを教えているんですね。皆さんの意見はなんだな泣いてる子もいるんですよ。ちょっとなんか言ってますね。ですよね。海外に来たちも思わず用語リアルなんだよな。ファック、そうですね。もちろんね、やっぱこれ本物なんで、皆さん嘘だと思ってる人がいましたらこれ嘘じゃないんで、何を根拠に嘘だと思ったのかわからないですけども、もしかしてねそう言った人はねドラえもんのスネ夫の家庭みたいななんとかざますみたいなの当たり前だと思ってた。さすがにそういう家庭でしたらこういうのね嘘だと思っちゃっても仕方ないかもしれないですね。あとね、こちらの意見に対してはファックを不快に感じる人もいるんですよ。こちらなんですけども、ファックというのはね、日本語で言いますとマジと同じくらいの意味なので、やっぱねファックを不快に感じちゃいますと、日本のね女子高生のマジ無理、マジそれマジかよみたいなね5秒に1回言ってる人たちの中にいたら、もう不快値マックスにね溜まっちゃうんでね、ちょっとファックざますしてますね。これざますっちゃいますね。これちょっと包む世界違いますね、さすがね。もうね下品の台頭みたいなね人ですからね。このよう
にね、頑張ってファックをね、ザマスの人が使っても違和感を感じますように、やっぱちょっと住む世界が違う人はね、たまにおらっしゃいますけど、これマジと同じぐらいの意味なので、皆さんね、不快に、感じる方も、おらっしゃいますけども、これね、本当にそれぐらいの軽い意味なので、ファッカイ中は黙ってもろて、ちょっと、感じちゃうかもしれないですけどね。黙ってもろて、ということでね。あと最後こちらですね。実際に使って何か起きたら責任取れるんですか？これに関してはね、お前は一体何を言ってるんだ。何言ってんのお前は。お前言語習ってその責任を教えてくれた人にかぶせんじゃないよ、全く。それならお前ちょっと言いたいこといっぱいありますけどね。ね。お前一体何言ってんだ。何言ってんだとしか言いようがないですね。というわけで、今回覚えてほしい言葉はうるせえ黙れですね。皆さんもね、こういう言葉をね吐きたくなる瞬間というのはね非常にたくさんあると思うので、こちらもしっかり覚えていきましょうか。こちらですね、うるせえ黙れ、これを英語にしますとShut the fuck up ということになりますね。こちらはですね、どのように分かれているかと言いますと、まずshut と up、 これで一つなんですよ、実は。それにこの the fuck というのが挿入されていると考えてください。shut up というのは shut up とかよく聞きません？ shut up というのはね、これだけで黙れという意味があるんですよ。なので黙れはねシャラップなんですけど、これね、もう心から黙っていただきたいとき、もう死ぬほどうるせえから黙ってろよって思いましたときは、ぜひこれね間にね The fuck を突き入れていただきたいんですね。このように2つの文字でを組み合わせて一つのね意味、これねシャットだけですと黙れの意味ありません。アップだけですと黙れの意味ありません。2つが合わせて初めて黙れの意味になります。例えばね、なんでしょう、go home とかgo home、 これでね家に帰るって意味ありますよね。とかwake up、 起きるですよ。これもですね、もう死ぬほど家に帰っていただきたい時ですとか、死ぬほど起きていただきたい時は間にこちらの万能 word the fuck を入れることによって、こちらの全ての文字を強調することができるんですね。なのでgo home ですとか、最近ねミクパイさんがよく使ってる stay home ですね。家にいろボケっていう時にね stay the fuck home って言ってあげたら、心の底からね家におらんかいボケという意味にできますので、ステイホームだけですと家にいてくださいねになりますけどね、the fuck を入れることでね、もう心を込めた言葉にできるということをぜひ覚えていただきたいですね。みんなもね勉強になっちゃいましたね。とは言ってもね、どれくらいの距離感でこの言葉、この朝ここ English 使っていいんですかってね。水星パイセンも読み取る。パイセンぜひねこちらの言葉を使った歌をね、お願いしますスイちゃん先輩がケツ持ってくれるでありがとうございます。というわけでね、こちらの英語ねどれくらいの距離感で使えばいいんですかという質問がね出てくると思うんですけど、これに対してはね有識コメンテーターの人が秀逸な答えを返してくれていたので、こちらを皆さんにシェアします。Hey bitch ってどのくらいの人間関係で使うの？なあおっさんってどのくらいの人間関係で使うくらいの感じです。これもうね完璧な回答ですね。もう完璧、もうこれぐらいの距離感です。皆さんこちらがあそここ英語の距離感ですので、ぜひ覚えていただければと思います。これねちょっとなんか汚い言葉だとかいろいろ言われましてね、YouTube くんもねちょっと収益化に関してはこのように左でね審議中
そして制限に関してもここはちょっと保留させてくださいよってことでね、そう教育番組なのかクソ番組なのか迷っているということも感じられましたけど、まあしばらく時間が経ちますとね、まあ無事にね教育番組だと YouTube くんが認めてくれました。見てください、左側の収益化オンの輝くマーク、そしてこの真ん中の制限なし、これねもう認められてんだ。まあちょっとしたことでバンする YouTube くんがね認めた教育番組ですから、皆さんこれからも朝ここをよろしくお願いします。それでは今日の天気は眠い。お前の日記帳にでも書いてろこら。そういうわけでね、まあわための天気もね背景をリニューアルさせていただきまして新しくなっております。皆さん今日もこちらの朝ここライブ見に来てくれて本当にありがとうございます。今日のねアークサーバーのパスワードは SFUMF Shut the fuck up motherfucker の頭文字となっておりますので、みんな学んでいってくださいね。おはようございました。SHIT